運行ダイヤのためなら何でもする。イカれたバスシミュレーターを作っていくで。ゲームエンジンは今までと同じく UE5 を使っていきます。今回から見始めてくれた方向けに説明すると、この企画と別にメインの開発として、恐怖の色という人間を食い散らかすクリーチャーアクションゲームを2年前から開発中です。こっちの企画は短期で1本出したいなという思いがあり、サブ開発として始めました。運行ダイヤを守るために邪魔な渋滞は吹っ飛ばし、迷惑客は跳ねつけて、そんなゲームになる予定です。なお交通ルールはない。企画の共通点が反社会性なの、人として大丈夫なのか。まあ、うちのゲーム開発は、投稿主が前職をストレスで辞めた時に、社会ぶっ壊すかで始まってるのでやむなし。ほなやっていくで。バスシミュレーターなので当然バスがいるんやけど、これはいいアセットがあったので購入。運転だけじゃなくて、扉の開閉、クラクション、ライトなど基本的なものは一通り入ってます。ゲーム完成や。おい。これに、乗客が乗り降りする処理を作っていく。とりあえず、バス停のメッシュをアクターにつけといて、この目の前に停車したら乗り降りが始まることにする。このエリアに車体が収まってたら OK。どう見ても OK じゃないだろ。停車エリアのオーバーラップだけだとガバガバ判定になるので、メインのコリジョンに被ってて、かつ休みに置いたコリジョンには被ってなければ OK。これをマテリアルでエリアの色に反映してやるとこうなる。青表示の判定 OK の時にドアを開けると乗客の乗り降りが発生します。これはレベルシーケンスを流してる感じ。乗り降りは一連の映像を流す感じで、要するにレベルシーケンスというもので作ろうかと思ったけど、別イベントで割り込みかけたりがしにくいので、キャラクターを直接歩かせてる。ドアの位置にスプラインを置いて、そのスプラインから移動方向を取得して、みたいなことをしてます。割り込みイベントは、特定の乗客から話しかけられるもの。回答の選択肢をミスると、グダグダと文句を言われて、次のバス停までの時間を消費させられる。地味にイライラするやつだな。とりあえずビンタしておけばおとなしくおります。こいつの倫理観どうなってんだ。ちなみにプレイヤーの手のモデルはメイン開発の NPC から手だけ引っこ抜いて持ってきたもの。残りはスタッフが美味しくいただきました。運転中の動きはハンドルの傾きに応じて手のひらの向きを変えるようにコントロールリグ上で計算してます。いわゆるプロシージャルリグという仕組み。それっぽいけどよく見たら関節どうなってるの感はあるね。手首だけだとその辺の整合性をあんまり気にしなくていいから、アニメーション作るにしてもプロシージャルリグで動かすにしても作業コスト低くていいぞ。まあ求めるビジュアルに対して手首だけでいいのかにはよるけど。ビンタの動きは世界ビンタ大会の動画を見ながら作ったのでパワフルな感じになってる。相手の顔ボーンに対して位置調整してるので身長に影響されずにちゃんとビンタできるで。バス側の基本的な動きができたんで NPC 車両を作っていく。車両はこちらのアセット。無料アセットだし UE5 製のゲームで登場してるのを見たことある人もいるんやないかな。見た目の良さの割にポリゴン数も少ないので使い勝手がいいです。今回は道路上に結構な数が出現し続けるのでさらにポリゴン数を減らしておく。内装を全部取っ払ってそれを隠すために窓ガラスを黒塗りに。この街の運転手はみんな顔を見られたくない事情があることにしておく。ろくでもない舞台設定だな。マップに置いたスプラインから進行方向を取得して走らせるとこんな感じ。お、ちゃんと走ってるわね。カーブのきつさに応じて速度を落とすようにしてあるので結構自然に見えますね。まあぶっちゃけチュートリアル動画ほぼそのままの処理なので詳しく知りたい人は概要欄のリンクから動画見てくださいな。っていうかこの辺の処理って公式がシティサンプルで提供してくれてるんじゃないの？実は車両 AI の仕組みは信号、最適化もろもろ含めて公式サンプルのシティサンプルにあるから流用しようとしたんやけどちょっと設定変えるとクラッシュしまくって全然うまくいかなかったので自作してます。ゲーム中では
こいつらがそこら中を走ることになるけど、まともに全部配置してたら処理負荷がやばそうなので、オブジェクトプールを作るで。ティック処理でプレイヤーとの距離をとって、一定以上遠くなったらプール管理用のアクターに登録。プール中の台数が一定量を超えたら、プレイヤーと一定距離にあるスポナーを取得して、そこに車両を配置し直す。これを繰り返すことで、プレイヤーの周囲だけ車がいっぱい走ってる風に見せます。ちなみに、スポナーの取得もまともにやるとスポナーの数が増えた時に重くなるので、マップをグリッド分けして、プレイヤーと同じグリッドに所属してるスポナーの中から選択するようにしてる。なんかシミュレーターっぽい見た目になってきたわね。とりあえず、バスシミュレーターとして、最低限の機能ができたので、今回はこんなところで終わりです。お疲れ様。次回は、車両の破壊とか、バスの武装とか、その辺をやっていこうかな。まあ実装はすでにできてるので、そんなに動画の間は空かないと思います。よければまた次回も見てやってください。ではでは、最後までご視聴ありがとうございます。